小野坂江口の声優プレイ。はい、小声で失礼いたします。本日はですね、とあるカフェ&バーに、来ておるわけですけれどもね、今日はこちらで、小野坂さんと、待ち合わせを、しているんですね。どんなお店なのか、なんかね、ちょっと怪しげな、ね、探偵カフェって書いてありますね。探偵カフェプログレスさんって書いてありますね。探偵っていうことはちょっとなんか面白そうなコンセプトになってます。早速入ってみましょう。失礼します。あ、どうも。小野坂さん？嘘！事件ですか？小野坂さん！ああ、すごかったね。何やってるんですか？何やってるって待ってるんだよ。江口くんが来るのを待ってるんだよ。ズコーン。江口くん、はい、カメラ止まれへんで。それじゃ嘘今のでカットじゃないんですか？そのリアクションじゃカメラ止まれへんで。そんな声優ってそんな甘いもんちゃうやろ。声優ってそういう仕事でしたっけ？そんな甘いもんちゃうやろ。嘘。声優ってそうでしたっけ？なかなかそれじゃカメラマン止めてくれへんで。どうやったら止まるんですか？ズコーってなんやねん。ズコーってなんやねん。普段そんなお前ズコーっていう普段使いあるか？初めて言いました。ズコーはな。人生でズコーは初めて言いました。ほんまにびっくりしてる時なんやねん。じゃあドヒャー。どうやって言うかな。言いません。どうやって言うか。言いません。ほんまにびっくりしてる時すいません。ドヒャーって言ったことありません。初めて言いました。ドヒャーって言うたらあかんやんな。はい、ごめんなさい。すいませんでした。びっくりした時はドヒャーやろう。行きましょう。さあ小野坂さん、始まりました。始まりました。声優プレイ、今回こちら何池袋にある探偵カフェプログレスさんからお届けしております。探偵カフェ。はい。なんすか探偵カフェって。探偵カフェ、僕もどんな店なんですか？知らないのね。知らないんですよ。マスター。あ、マスター、よろしくお願いいたします。探偵カフェっていうことは探偵さんなんですか？はい、そうです。本物の？本物の。会社を経営してらっしゃるってことですか？経営ではないんですが、実はこのお店探偵カフェプログレスは実在する総合探偵社プログレスが経営プロデュースをしているスタッフが全員現役の探偵というカフェ&バーです。うわー、そんなね、だって僕多分探偵さんにお会いしたの初めて。探偵ってあんまり会うたらあかんからね。秘密の職業、忍者みたいなもんやから。そうですよね。今だからそんな会うたらあかんよね。だからもう忍者とそうですよ。対面してるんですよね。顔見ちゃいけない。多分店出た瞬間殺されますからね。嘘、怖い。だって顔見られちゃってるから。いや、もうカフェで立ってらっしゃるのは仮の姿で、ここから一歩外出たらこうベロリ。そんな漫画みたいなことね。アウトは全く構わないんです。ああ、なるほど。追われないようにだけ気をつけてください。怖い怖い怖い。英二君どう？探偵のそのイメージ？探偵のイメージですか？いや、やっぱり事件を推理で解決していく。あ、そっちの探偵？虫眼鏡持ってる。コナンやん。もうそっちか。江口くんの時代は僕は松田優作のね探偵物語の時代なんですよ。ああ、なるほど。めちゃくちゃ見てたんで。なるほど。もうちょっと本当頭見たら、結末言えるぐらいもう大好きだったんで。めちゃくちゃ見てるじゃない。いやでも俺の時代の人ってみんなそうよ。めちゃくちゃかっこよかったんですよ。ベスパ乗ってね。知らんねや。いや、もう僕はやっぱりその見た目は子供で頭脳は大人のコナンやん。っていう僕はもう小学生の時に始まったので。
まあでも実際の探偵っていうのはそうじゃなくて、もっとこう依頼された、はいだいたい浮気調査とかね、はいそういうのが多いんですもんね。そうですね。身辺調査というか。まあなんていうの、こうちゃうかな、こうやったら嫌やなって思ってることをはい現実に引き戻してくるご職業です。だから現実を見せつける言い方。そうですね、言い方。嫌やな、こうやったら嫌やな、でも一応違うやろうけど頼んでみるかっつったらこうでございますじゃあもう離婚じゃんっいやもう言い方ていう感じのご職業ですね。なるほどね。ねまあいろいろありますけれど。依頼とかは、頻度的に言うと、はいもう毎日何かお仕事なさってるんですか？そうですね。僕らの仕事かなり波があるので。あ、やっぱそうなんもう1ですか。ヶ月間毎日現場出っ放しみたいな時もあれば、うん全然仕事来ないなっていうような時も正直あります。まあ平和なことは平和なんですよね。ないなっていうことは。ただですね、探偵社うち1箇所じゃないんですよ。あ、そうか、はい、全国に7000、8000ありますので。すごい。はい、やっぱり人気のある。るとかっていうのもあるんですか、やっぱり。そうですね、人気っていうのはこの職業がちょっと特殊で、まあ大体そういうのって今のネット社会ですと、まあ口コミだとあーか、そういうんでね、そうですねここはいいよみたいなのがあるじゃないですか。探偵社1ミリもないんですよ。出しちゃいけないの？いや、そうじゃないんです。例えば探偵に頼みました、奥さんが頼んで、バッチリ旦那のショットを撮ってくれた、この探偵社素晴らしいって口コミを SNS に上げます。本当だ。あげない。良ければ良いほど言わない。逆に中には悪い探偵社もあると思うんですよ。なるほどなるほどこういうようなことやってくれなかった、対応が悪かった、クレームはかける。そっちはかけるもんね。うわだから結果どういう探偵社がいいかわからないんで、まあいろいろねネットで調べながらどこがいいのかなってユーザーの方は困ってらっしゃるんじゃないかな。そんなためにもやっぱりこういうカフェをやってて、はいちょっとね顔見知りになって安心できたら、ちょっと心配事あるんですけどどうですかねって言えますもんね。聞きやすいですね。確かに。そういうことか。価値あるわここの。確かに。うん。まずそこからそうそうそう知っていくってことですもんね。だって怪しい職業やもん。まさしく分かれへんもん実態が。確かに。で謎に包まれてますよね。そうそう。なんでコナン寄りにしていくの君は。謎っていやいいじゃないですか、謎ぐらいは。どれぐらいのお金かとかも怖いじゃないですか、頼む時に。まあ明確には分からないですもんね。だからこういうとこでねちょっと話して確かに分かってから聞くとやっぱりああそれぐらいなんですねって理解もしやすいしね。安心できますよね。ご飯屋さんというか、いバーっていうことで、飲んだり食べたりもできるってことですよね。そうです。当店はカフェ&ダイニングバーという形で、食べ物、飲み物、はい、全部あります。なんか探偵に即してる何かがあるんですか？そうですね。探偵に即す飲み物、食べ物ってないんだ。なんかこう自白しちゃうとか。それはちょっと薬事法に引っかかる。唯一あるのがですね、まあバーですんでね、いろんなカクテルがありまして、その中で探偵をイメージしたへえ、素敵。とにかくうちのフードドリンクは、若干頭がおかしいとよく言われるくらいいろんなものを用意してますので。すごく頭が切れるっていうイメージなんですけど探偵って。じゃあちょっとメニューメニューはい。はい。メニューの方でちゃんとしてるじゃないですか。何にも変じゃない。先ほどちょっとねお話にですが、探偵っていくらかかるんだろうみたいなお話ありましたよね。こちら当店のまあドリンクですとかフードのメニューなんですけど、実は一番後ろに料金表載ってる。でもこれはありがたいかも。調査料金一覧。実際見たい見たい。探偵事務所でご相談者がいらっしゃった時に料金こういった形になってますってお出しする表をそのままパウチして貼っつけちゃいました。一番人気あるのが浮気調査ですもんね。人気メニューみたいなね。一番お問い合わせですとか実際に調査が多いのはまあおっしゃる通り浮気調査。人気メニューはこれ一人の人がもしお願いしたとしたらやっぱり1時間ごと1名あたりっていう風になるんだ。
そうですね、これ探偵社によって多少の違いはあるんですが、うちの場合はなるべく分かりやすく、するために、まず基本料金、プラス延長料金という形、いわゆるタイムチャージという形でやってます。っていうのはよく浮気調査いくらするのって言われるんですけど、一浮気いくらっておかしくないですか？確かに。これから人浮気ってなので時間なんですね。だから同じ浮気をするにしても長時間してると結果調査料金も上がるんで怒りも倍増するってことですね。うわー、確かにな、いい言葉ですね。怒りも倍増するっていいな。江口くん大好きなのありますよ。何ですか？ハニートラップ。出しちゃダメじゃないですか。絶対江口くん大好きでしょ。出しちゃダメじゃないですか。あ、素敵。ここ自分のとこでつけてるコーヒーラムとかローズウォッカとかオレンジブランデーとか自分のとこでやってる。これそうです。自家製の漬け込み酒です。いや、コーヒー豆漬け込んだら美味しく、僕家でやったんですけど、漬け込みすぎると真っ黒で苦くて飲めなくなるんですね。ああ、なるほど。いいとこで出すんですよね、あれね。ああ、ちょうどいい。これやってるんだ。美味しいですよね、コーヒー豆ね、漬け込んだやつって。ちょっと甘みが出るのよ。甘みなんだ。僕はスミノフでやってましたけど、これはみんな頼みに来るよ、探偵の方。だってね、それでね、心をこうやって動かされてね、いい店だねなんて言って、信頼を受けるもんね。ありがとうございます。ずるいな、これは。いいですね。で、今日はもうご時世もあるのでノンアルコールでお願いしますということなので。まあじゃあちょっとノンアルコール、まあノンアルコールもね素敵なものが。じゃあ僕ちょっとシンデレラ。はい、かしこまりました。お前可愛ぶってんじゃねえぞ。シンデレラ。はい、かしこまりました。可愛いかなと思って字面で。またエグー可愛いになるじゃん。エグー可愛い事件になるじゃん。シャープエグー可愛いになるじゃん。そんな事件。また世界で一番速くなっちゃうじゃん。いや、なん最速になっちゃうじゃん。なんないですからそれ。じゃあ僕バナナスムージー。じゃあ食べ物もね。食べ物もあるんですか？はい。ちょっとなんかめちゃくちゃあるんですけど。ものすごいね。うわ、レバーパテとかいいな。スペシャルメニューっていうところにスペシャルメニューワニ肉ってありますけど、ワニですか？じゃあワニと探偵も関係ないじゃないですか。はい、ないです。言うてまうにはそこは。なんでワニ肉出してるんですか？確かに。これですね、実は探偵がやってるお店っていうので興味を持っていただいて遊びに来ていただければっていう思いで作ったんですけど、なかなかこうね、一人でこう行くのもなんだから友達だそうじゃないですか。その友達も興味持っていただければ楽しく過ごせると思うんですけど、友達興味ないんだけどまあ付き合うよみたいな感じあるじゃないですか。来ると分かるんです。一人すごいテンション高いんですけど、一人死んだような目をしてる。そうね。興味ない人はね。我々もなんかこうテンション上がらないですし、せっかく楽しみに来ていただいた方もなんか友達に聞いて帰るってなっちゃう。でそれを少しでもということで、まあいろんなアクティビティとかいろんなことを考えてやってるんですが、アトラクションってことか。その中の一つとして。せっかく行ったんだから何か一つでもお土産になるようなことがあればということで、はい、珍しくてめったに食べれないもの。そういうことか。それでいて癖がなくて美味しいものっていうことでワニ肉になりました。オーストラリアではね一般的に食べられててね、ヘルシーでっていうのでね人気ありますもんね。はい、オーストラリアはワニの養殖が盛んなのでね。はい。地元の人は高いんであんまり食べないって聞きましたけど。高いんだ地元。高いです。あんなにいるのに。牛とか豚の方が安い。そりゃそうか、簡単ですもんね。なるほど。ワニの種類って何ですか？ワニはイリエワニといって。イリエワニ使ってんの？まあざっくり言っちゃうと人食いワニっていうワニなんですけど。一番でかくなるやつ。そうですそうです。でかくなっちゃうと捕獲が本当に命がけになるのと。4メーターとかなるんね。そもそも養殖でまだ育ててるんですが。イリエワニを？そうです。カイマンじゃなくて？イリエです。育ててるところもあると思うんですけど、何に使うかというと一番の目的はワニ側のために養殖してるんです。で、あんまり大きくなっちゃうと柄の形が良くなる。硬いしね。そうです。小割りの段階でそうなんですか。で結果食肉になるのも小割りのものになっちゃう。小さいんですよ。じゃあ全部使うっていうことでちょっと
地球的にも優しいってことですもんね。そうですね。捨てるとこあんまりないですね。今まではもう本当皮をね乱獲して大変だったですけどね。じゃあワニタン炙りを。はい、かしこまりました。うちの一番人気です。じゃあご用意させていただきます。よろしくお願いします。はい。大変変わってるやん。もしよろしければこの辺でもご覧になって。それかいや。これも。はい、浮気調査の報告書1日分です。1日分。あ、これ出すの1日。これだけ調査しっかりと。うわー、嫌やな。看板から写しよんねんなこれ。完全に池袋の知った街ばっかり歩いてる。あ、でも素晴らしいところに目をつけました。お、ちゃんと理由があるんです。なんで？それ見ただけで知ってるところって分かりましたよね。はい。分かるように撮ってるんです。ただ撮ってるんじゃないんですよ。なるほど。あー、すげえな、そんなこと言われるんだ。はい、周りの風景、景色をいい感じに取り込んで、どこだかが分かりやすい撮影の仕方です。はあ、ちゃんと分かりやすいですね。知ってる人はもうここだなって分かりますもんね。知ってる人だったら見ればすぐ分かるように。分かりやすいな。まあでもあれなんでしょうね。あなた今日どこ行ってたの？会社の上司に言われて一緒に接待してたんだよ。へえ、どこで？銀座で。池袋にはいなかった。池袋。なるほどね。あんた昼間からパチンコ行ってになりますもんね。あんた後楽園で降りたでしょ。後楽園は降りたことないな。へえ、よくそれ覚えといてね。めちゃくちゃ怖いな。携帯端末機を操作する対象者。うわ、怪しいぞ。あんたさ、10時46分にさ、私にメールしたよね。いや。怖いな。仕事中だよって言ったよねって。取りすぎじゃないこれ。これぐらいやっぱり。ありがとうございます。これぐらい。こんなにさ、6秒に1枚必要ですか、写真。必要なところだけしか載せてません。もっと撮ってるってこと？もちろん。っていうのがそれ皆さん割と勘違いされるんですけど、写真じゃないんですよ。ほんまや、時間出てるから。全部ビデオやん。から抜き出してんねや。ビデオで撮った中から必要な部分を抜粋して。だから何枚もできんねや。タクシー乗りました。そんなするわけないじゃないですか。江口さん。どうしたんですか。53ページでラブホに行きます。やってますね。これは言い逃れできません。親密な関係になっちゃったんでしょうね。わかりますね。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。パンでございます。うわ、こんななん？はい。失礼します。ありがとうございます。でですね、こちらレモン、黒胡椒、それからネギ塩だれとついているんですが、今塩胡椒だけした状態です。このままで十分美味しいんで、ぜひ1枚目はそのまま召し上がってください。2枚目以降は好きなアレンジでどうぞ。いただきます。いただきます。わ、すごい。薄いのね。はい、薄切りにしております。やっぱ鶏肉に似てるっていうからやっぱり白いんですね、お肉がね。基本的に白身肉です。はあ、いただきます。いかがですか。いただきます。あっさり。牛のタンと違って、その硬さとか一切ないんですね。めちゃめちゃ美味しい。で、なんでこんなに脂が乗ってるんだろう。確かに。これタン元ってこと？タンです。タン丸々です。で、これ油じゃなくてコラーゲンだそうです。はあ。だからなんかあんまり重たさというかすっきりします。くどさが全然残らない。牛と作りがまるで違うんだな。じゃあ肉じゃないってことね。肉です。美味しい。なのでこれどんだけ食べても胸焼けしないんです。そうか。ヘルシー。江口ヘルシー。酒も入ってないのに。江口ヘルシー。これって焼いてるんじゃなくて炙ってるだけなんですか？焼いた後に表面だけ炙るってことね。炙って香ばしさをつけてます。めちゃくちゃ美味しいですね。これを食べるためだけに通う方もいらっしゃいます。わかりますね、気持ち。
でも最終的には頼んじゃうんでしょ浮気調査。ないんですよね、あんまり。本平和な相談は結構来るんですけどね。当でしょ。実際調査まで行く方はかなり少ないですね。相当怒ってないとね、やっぱりね。普通に考えて探偵社に来ればいいのにっていう。いや行きにくいってそら。ちょっと飲み物も飲んでみましょうよ。そんな取れないとこばっかりやってないんで。さてスムージーすごい。なんか全然あれなんでしょ、甘み入れてないんでしょ。一切入れてないです。あー美味しい美味しい。美味しい。それ何ベース？これはパイナップル。パイナップル。お、聞き口だ。パイナップル？パイナップル。パイナップルしか言えへんよ。パイナップル。もしかしてそれパイナップルジュースじゃん。だとしたらレモン。パイナップルレモン。はい。パイナップル。パイナップルレモンパイナップル。ほなパイナップルとレモンだけやな。他に何が入ってる？あともう一つです。オレンジちゃうか？正解です。なんで？いや大体なんていうの、相性と色で。本当だ。キウイとかでもね美味しいですけどね、パイナップルはね。まあオレンジとパイナップル合わせることがやっぱりバーとかでも多いから。探偵ですね。なんじゃこりゃ。違う作品のやつやってもた。今回はここまで。ケース。何これ。うわポンポンや。ポンだ。なんかうわ。浮いてる。僕ははい。コロコロです。嘘、同じ人ってこと？チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。